私は会社を休んだら苦しい気持ちが少しでも楽になると思ってました。でも周りがみんな働いてる中で自分だけ休んで、これは甘えなんじゃないか、頑張れない自分は弱いって言葉が頭の中でずっと流れてて、休んでからの方が気持ちがしんどいって感覚がありました。最初は人との関わりが少なくなって孤独になったからだって思ったんです。でも人と会って表面的に元気を装えても内面はそうはいかなくて、頭の中で自分を否定する言葉が止まりませんでした。一番私を追い詰めていたのは多分会社じゃなくて私自身だったのかもしれないです。皆さんこんにちは、マロです。今回は自分で自分を一番厳しくジャッジして責め続けていた私が自分の内側に気づいて弱い自分を少しずつ認めようと思えるまでの経験や考えていたことをシェアしてみたいなと思いました。私は以前友人にこんなに自分を責める人いるんだって思ったことあるって言われたことがあります。その時の私は自分を責めている感覚は全くなくて、ただ考えすぎてる自分嫌だなとか、もやもやが止まらなくて苦しいなって感覚だったんです。でも今思うと一人で考えている時に無意識のうちに休職しているのは自分ができないせい、会社のせいにしちゃいけない、そんな風にずっと自分に言い聞かせながら責めてたんだと思います。一度復職するとき、会社に体調を崩した原因とどういう風に今後していったらいいかっていうのをパワーポイントにまとめてプレゼンする機会があったんです。その準備で私は自分の何が悪かったのかを必死に考えて、もっとこう行動すればよかった、こう言われないようにするべきだった、そんな言葉を並べてました。自分と向き合うために必要な時間だと思いつつ、自分を責めながらパワポを作るのはとても苦しかったです。今そのパワポを見返してみると、もう大丈夫、頑張れるって自分に嘘をつきながら復職できる自分を会社に証明しようとしんどいながらも必死にあがいていたなって記憶が蘇ってきて、本当はまだ回復していなかったのに会社に戻れずずっと休んでる自分を想像すると怖くて許せなくて、焦りもあって復職するしかないって自分を追い込んでました。今思えばあの時必要だったのは休職している自分はダメだって自分を責め続けることじゃなくて、今の私は本当に休めてるかなって自分の気持ちを見て見ぬふりしないことだったのかも
しれません。でも当時の私は自分の気持ちを見るよりも正しい答えを探すことばかりしていました。私は昔から白黒はっきりさせたい性格で、できたかできてないか、成功か失敗かの二択で、その間がなかったんです。不安も同じで、少しでも不安があると、早く不安をなくさないとって落ち着かなくて、不安がゼロになるまで安心できませんでした。調べて、考えて、答えを探して、もう大丈夫って思えるまで止まれないのが苦しいけど止められなかった。だからずっと不安で、自分に自信も持てなくて、自分の中にもやもやした気持ちがずっと残っている感じでした。私の中には社会人になったら安定してお金を稼いでいろんなことができるようになっていくんだろうなって思い描いていた理想がありました。でも私は休職して仕事も人より遅れてるし、お金もどうしよう。でも体調も全然良くならない。で、どうにも解消できない不安が心の中にずっとあって、それがやっぱ私はダメなんだって自分を責める原因になってました。だから休職した自分にかける言葉も厳しくて、朝目が覚めた瞬間から仕事のことを思い出して、私このままで大丈夫かな、何してるんだろうとか、そんな気持ちを紛らわせながらご飯を食べたり SNS を見たりするけど、やっぱり静かな空間にいるとお金もなくなってく。どんどん頑張れなくなってる。甘えてる。サボってる。って声が聞こえてきたし、気持ちが全然休まらなかったんです。自分の一個下の代の子たちが入社してきた時なんかは、その子たちにどう思われるのか恥ずかしくて、会社に戻りたくない気持ちもあったし、どんどん追い抜かされて恥ずかしい。自分はどんどんできなくなってくって萎縮していってました。もっと頑張ってよって何度自分に叫んだかわからない。自分が自分にかける言葉で苦しくなって、どんどん気持ちが落ちていってた気がします。でもある時友人に、自分から悲しくなりに行ってない？不安材料を集めて自分から苦しくなりに行ってる気がするなって言われた時に、自分の行動を思い返して、確かにって思って、だから不安を解消しても次から次へと不安がやってきて苦しくなってたんだって、その時初めて気づいたんです。多分私は0-100の考え方をしていたし、不安がある怖さよりも毎回完璧に不安をゼロにしないとって追われてる感じが苦しかったのかもって思ったんです。みんな前に進めていてすごいな。不安ってどう解消してるんだろうって思ってたけど、
それがなんとなく分かった気がしました。みんな不安がないわけじゃなくて、不安とうまく付き合ってる。まあいっかってうまく割り切ったり、すっきりしない状態でも不安を無理に解消しようとせず、不安がある状態を受け入れてるのかなって。不安があるイコールダメ、解決すべきって思ってたけど、今こんな不安に感じてるんだなって、そういう自分のままでいる時間を受け入れることも大切なのかもしれないなって思いました。私は長い間ずっと自分に優しくとか許すって感覚がわからなかったです。休職中は友達に会えば少し気持ちが軽くなるけど、一人になるとまた気持ちが落ち込むってことを繰り返してて、一人でいるとどんどん沈んでいく感じがしました。自分に優しくするって甘えみたいに思えて、好きなことをするとか、静かなカフェでコーヒーを飲んでみたいって思ったこともあったけど、休んでるのに外で楽しいことをしていいのかなって、悪いことをするのを誰かに監視されているような感覚があって、結局その時はできなかったです。会社の保健師さんに好きなこととかやってみたいことを聞かれた時に、カフェでコーヒーを飲んでみたいってことを口にしてみたんです。多分それくらい大丈夫だよって言ってほしかったんだと思います。保健師さんは心地よい時間を作ることが休むことにつながるから、カフェでコーヒーもそうだし、いろいろやってみてほしいなって背中を押すような言葉をかけてくれて、カフェにコーヒーを飲みに行けたら自分は癒されるのか、どんな気持ちになるか気になってきて、カフェの中でコーヒーを飲むのは気が引けて、結局テイクアウトして家で外をぼーっと眺めながら飲んでみました。少し冷えたコーヒーはいつもより特別で美味しい気がした。ほっとした。いつもは何かしながらの片手間コーヒーだったけど、せっかくだからこれからコーヒーを飲むときは香りとか後味を楽しむ時間を少しだけ作ってみることにしました。それが自分に優しい時間になっている気がしたからです。そこから私にとってコーヒーを飲む時間はご褒美タイムです。あんまりお腹が強くないからたくさんは飲めないんですけどね。でもコーヒーっていうご褒美時間ができたからといって急に自分を好きになれたりとか自分を責めなくなったわけではなくて、休職中は変わらず不安になったり自分を責めたりする時間の方が長かったです。ありのままの自分を受け入れられてないから苦しいのかなとか、もっと自分に優しくしなきゃいけないのかなってことを考えては答えが見えずにいました。でも今思うと、私は自分の中での自分のイメージが低くて、
常に人と比べてマイナスのポジションに立っている気持ちだったけど、私に必要だったのは周りと比べて同じように進めない自分を責めることではなくて、今の自分に合わせて自分なりの100点の基準を見つけてみることだったのかもしれません。他の人と同じ100点を目指してたから苦しかったけど、私が自分の心の調子を取り戻すには、周りのペースじゃなくて、今の自分のペースで歩くしかないってことに気づいて、周りのペースについていけなくなるのは怖かったけど、できなかったことじゃなくて、その日できたことに目を向けて、今日はこれができたから100点って思うようにしました。毎日朝起きて、ご飯を食べて、外に出て、お風呂に入る。普通のことかもしれないけど、当時の私には、それがその日に出せる全力だったりもしました。外に出られない日もある。お風呂に入れない日もある。そんな中で、散歩できた。3食ご飯が食べられた。夜眠れた。そういう日は、今日はちょっと調子いいかもって思えて嬉しかったんです。でもやっぱ普通のことができただけなのに、こんな当たり前のことで喜んでていいのかなって思う気持ちもあったけど、その時友人が言ってくれたのが、生きてるだけで偉いんだよっていう言葉でした。これまでそんな考えしたことなかったけど、今の私も十分頑張っていたのかもなって思えて、肩の力が抜けるような感じでほっとしてしまって、今までできないことばかり見ていたけど、自分にもできていることがあるかもしれないって思えたんです。そんな自分に甘く生きていていいのかなって声も自分から聞こえてきたけど、同時に自分の基準は自分で決めていいのかもしれないって思うようになりました。今思うと、私がずっと信じていた普通とか頑張るの基準はいつの間にか周りから集めてきたもので、私の中から生まれた基準じゃなかったのかもしれません。そこから自分を責める癖を直したくて、自分が考えすぎてたり嫌な気持ちになってる時に何を考えているか、自分の頭に浮かんできた言葉を意識的に拾うところから始めてみました。ふとした瞬間に出てくる自分の考えを聞いてみると、また今日もできなかった。なんで自分はできないんだろう。私の人生、これからどんどん悪い方に行くのかなってネガティブで今の自分を責めるような言葉をかけていることが多かったです。考えすぎている時ってこういう言葉を何回も自分にかけていて、これを一日の中で何度もやっていることもあって、これに気づいてやめたいと思ってからも自分を責めるのをやめられない日もあったし、また責めてることに気づいて
責めるのをやめられない自分を責めちゃうっていう嫌なループにはまってた時もありました。責めることをやめるって難しかったし、やっぱどうしてもずっとやってきたことだから責めちゃうんですよね。だから責めてもいいってことにしちゃったんです。責めてもいいけど責めてるなって気づいたら気づけるようになってるって思うようにしたんです。そうすると一瞬冷静になれて責めるループから抜け出すことができて、自分が自分にかけてた言葉と距離を取れるような感覚になるんです。少しずつだけど自分を責めてることに早いタイミングで気づけるようになってきて、責める言葉に飲み込まれる時間もだんだん短くなって、それだけで苦しさが和らいだ気がします。本当は自分のことを責めない方がいいと思うんですけど、責めてもいいってしちゃった方が自分を責めちゃう自分を嫌いにならなくて済む気がして、責めないは無理だって諦めた気持ちからやってみたことだったんですけど、私には合ってたのかなって思います。今でも私は自分を責めてしまうことがあります。でも前みたいにその言葉をそのまま受け取らずに、また責めてるな、今不安なんだなって少し距離を置けるようになって、自分と向き合う時間が前より怖くなくなった気がします。今思うと私は自分が苦しくなる考え方ばかり選んでいた気がします。休職している自分に対しても、今は休む時間なんだじゃなくて、こんなんで休んでていいのかなって自分を責める言葉ばかりかけていました。でも今は自分を責めないってことよりも、責めてしまう自分に気づいて、そういう日もあるよねって少しずつ弱い自分も受け入れられるようになれたらいいなって思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。少し前からお便りを募集しています。今まで送ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。一つ一つ大切に読ませていただいています。引き続き募集しているので、もしよかったら概要欄から覗いてみてください。梅雨があっという間に過ぎていって、これから暑い日々がやってくると思いますが、お互い無理せずに体調に気をつけながら過ごしていきましょう。今が朝の人も夜の人も皆さんにとって良い一日になりますように。マロでした。